皆さんこんにちは、まーさんです。今日も BMW の動画です。すでにですね BMW の動画2本出しましたけれども、どちらも好評いただいているようで再生数が伸びております。本当に皆さんありがとうございます。はい、ですね、コメントの方もたくさんいただきまして、いろんなご意見とか、あといろいろね、教えていただいたことが多くて、こちらのことも、感謝したいと思います。ありがとうございます。決してね、他の車を忘れたわけではないので、ステップワゴンとかね、ワークスとか、あとバイク、アクロスとかですね、そして RZ50 のレストアも順次進めていきます。ちょっとしばらくは BMW の出番が多くなるかもしれないですが、他のこともね、決して尻切れトンボにするようなことはせずにですね、ちゃんとやっていきますので、また見てください。よろしくお願いします。今まで2本出した動画ですでにね、間違いが結構ありまして、まず一つがですね、1本目の動画で、ここの、点検の丸いステッカーを見てですね、29年9月に点検されてるから、整備よくされてる車だみたいなことを言ったんですが、このステッカーの、表から見てですね、29年9月っていうのは、次に整備しないといけない期日ということで、2年前28年の9月に点検整備をしましたよ。次は29年9月ですよっていう意味なんですね。この丸いステッカーがなんか整備されてる証拠みたいな感じで紹介しましたが、実際は逆で、あんまり整備されてないと、この車がね、ここ数年は少なくともあんまり整備されてないということのようです。前回の動画でジャッキアップをしまして、この辺のね、ラジエーターの下のあたりを見て、オイルが漏れてるっていうことで、その時マーさんはですね、多分オートマフルードが漏れてるみたいだっていうようなことを言ったんですが、その後よく見てみたら、あとパーツリストの図を見てみたら、どうも違うみたいです。オートマフルードも、ラジエーターのとこに来て冷却はされてるんですけど、そこから漏れてるんじゃなくて、別のものみたいなので、そこはねまたこの辺を分解して改めて確認しますけれども、オートマフルードではなかったみたいなので、そこも訂正しておきたいと思います。最後にですね、OBD2 コネクタですね、運転席の下の方で OBD をつなごうとしてなんか意地悪なコネクタになってるからつなげないみたいなことを言いましたけど、あれもまあ間違いと言いますか勘違いと言いますか、正しくはね OBD をつなぐコネクタはここにあると。で運転席のやつね、間違いなく OBD って書いてあるんですけど、どうもあれは、何なんでしょう、違うっていうかダミーっていうか形だけがあるのかちょっとよくわかんないですが、とにかく正しくは OBD をつなぐ、コネクタはここにあるということらしいので、これも訂正をいたします。こんな感じでね、新しくマーさんの動画を、見ていただいている方も多いと思いますが、マーさんの動画結構間違いがよくあるので、いつも言ってることなんですけど、マーさんの動画は、車の整備の仕方とかをレクチャーするようなそういう動画ではなくてですね、ちょっと変なおっさんがこういうことをやってなんか遊んでるよっていうのを紹介するだけの動画ですので、間違いもあると。なるべくね間違えないようにしますし、間違いに気づいたら訂正はしますけれども、どうしても間違いを言ってしまうことがあるのでね、その辺はご注意くださいといった感じです。はい。ということでね、今回はまずですね、OBD2 から、この車両のフォルトコード、エラーコードを読み出すっていう作業をします。大雑把に説明しますと、車両にですね、コンピューターが積んであって、いろんなものがコンピューター制御されてるんですね。そのコンピューターと外部の機器をつないで、車載されているコンピューターからいろんな情報を読み取ったり、あるいは設定を変更したり、そういうことをするための規格が OBD っていうもんだと、覚えておけばいいと思います。そしてこれですね、今回マーさんが買ったんですが、その車両のコンピューターと接続していろいろごちゃごちゃやるために必要な工具。これが、OBD スキャナーとかですね、ダイヤグなんとかとかですね、いろんな言い方があるんですが、そういう機械です。こういうのってね、ちょっと前まではもう数万とか数十万とかする機械だったんですが、今はこれがね、5000円とか6000円で買えちゃうんですね。本当にいい時代になりました。はい。そしてですね、さっきも言ったように OBD の接続する口がここにあります。
この車両はね、こういう、ちょっと大きくて丸いコネクターなんですけど、これがおそらく OBD、そして例の台形のコネクタですね、あれが OBD2 っていうことだと思います。ですからこの車はちょっと古いので、2になってなくて OBD になってるっていうことみたいですね。そしてこの、購入したスキャナーなんですけど、本来は OBD2 のスキャナーなんですが、こういう変換コネクタを買うと、この車両にもつなぐことができると、そういうことになってます。はい、ここからナレーションになります。ちょっと時間が前後しますが、OBD スキャナーの紹介からもう一回やりますね。今回購入したのは C110 っていうすごい定番商品らしいですけど、箱を開けますと、今広げてるのは何かカバンなんですけど、あれはおまけなんですかね。本体はこんな感じになってまして、立派な布製のケースと、あと日本語の説明書もついてます。それから英語の説明書と、パソコンでバージョンアップするための CD-ROM もついてます。では車両に接続しますが、まず変換ケーブルを接続します。これも先ほど紹介したスキャナと同じように Amazon で購入したんですが、たったの999円ということで非常にお安いですね。そして先ほどの OBD スキャナーを接続しますと、もういきなりですね、画面がパッと点灯します。この状態で車両のキーをオンの位置にします。あと操作方法の詳しい説明はいちいちしないですけれども、車種を選択して、それから各種フォルトコードを読み込んでいくっていう流れになります。今、車種を選択するところですけど、スキャン ECU システムなんたらかんたらって出てますね。これで車両のコンピューターと通信している状態。そして今メニューが出ましたが、3シリーズの E46 を選ぶと。そして各種のフォルトコードを読み出すと。フォルトコードっていうのは車両のコンピューターに保存されているこういう不具合がありましたよっていう、故障の記録ですね。今これはエンジン制御関係のリードトラブルコード。トラブルコードとフォルトコードはまあ同じだと思います。これでコードを読み出すと、ノーということでエンジン関係には特に何もないよっていうことですね。こんな調子でいろんなフォルトコードを読み込んでいくんですが、今一番読みたいのはエアバッグ関係ですね。エアバッグの警告灯がついてますからね。エアバッグのフォルトコードはボディというところの、このボディという項目4ページもあるんですが、そのうちの3ページ目にある SRS エアバッグというところですね。ここのフォルトコードを読み出してみます。リードトラブルコードで OK を押しまして、じゃんと、なんとですね、2つフォルトコードが出てしまいました。はい。ということで、フォルトコードも無事に見ることができましたので、改めてですね、マーさんが12万円で買った BMW320i の不具合箇所、まとめていきたいと思います。フォルトコードは後でやりますんで、一旦忘れてですね、前回の動画で点検したところをもう一度おさらいしておきますと、エアクリーナーフィルターが汚い。それからエアコンフィルターも汚い。プラグは被っているので交換した方が良さそうだと。それからオイル漏れ、どこから漏れてるかはまた改めてチェックしますが、オイル漏れがあると。それから、エアバッグ警告灯が点灯したまま、スロットルペダルが重いと。この辺が、確認できた不具合ということになりますかね。いろんなご意見あると思いますが、マーさんはね、調べればもっともっといっぱい、あっちもこっちも出てくると思ってたんですが、意外と出てこなかった。もちろん人によってはね、ひどい車だ、もうこんなにあっちこっちダメじゃないかと思う人もいると思いますが、マーさん的には予想していたほど不具合が出なかったなと。これからまだまだね、見つけてないだけで出るかもしれないですけどね、そんな感じになっております。はい。フォルトコードの話に戻りまして、一番の問題はエアバッグ警告灯がつきっぱなしになっているということで、そこを読みましたら、さっきお見せした通りですね、エラーコードが2つ出まして、シートなんたらかんたらっていう、これ、助手席の
シートにあるセンサーですね。助手席に人が座っているかどうかを感知するセンサーがあるんですが、それが壊れているっていうエラーコード。もう一つは、サイドエアバッグフロントライトということで、フロントの、右側、運転席のドア内に収納されているサイドエアバッグが異常であるっていう2つのコードが出ております。このサイドエアバッグの方はちょっと予想外だったので、まずいかっていう感じなんですけれども、実はですね、フォルトコードっていうのは過去になんか、整備の都合とかで点灯させちゃって、実は問題ないのにフォルトコードだけが残ってるっていうことがよくあるんですね。ですので、このエアバッグのフォルトコードも、実はですね、一旦削除しまして、それからまた車をある程度あちこち運転しまして、もう一度フォルトコードを確認するっていうことをすでにもうやってみました。その結果ですね、なんとですね、2つのフォルトコードを消して、その後、走行してもエアバッグ警告灯は点灯しないですし、改めてフォルトコードを読み出しても、フォルトコードは、ありません。ノーなんたらかんたらっていうメッセージになります。エアバッグ警告灯の問題はもう解決しちゃった、治っちゃったということになるんですが、まあね、そのうちまた点灯すると思うんですけど、でも逆に言うと点灯するまでは手の出しようがないので、一応エアバッグ警告灯の問題は、忘れるということになります。はい。それとですね、フォルトコードですね、実はいろんなやつバーッと読み出しまして、結構いっぱいフォルトコード出たんですが、すべてですね、一旦削除して、ある程度運転をして、もう一度フォルトコードを読み出すということをしましたら、すべて消えたまま、一旦消してもう一度出るかと思ったんですが、一つも出ないという状態になっております。ですからまあ、そのうちまた出るかもしれないですけど、今のところはフォルトコードが何もないという状態になってます。ちょっとね、それはそれでなんか怖いようななんか気もするんですが、今のところそんな状態になっております。まあこんな感じでですね、車今毎日ごく普通に乗ってますし、何の不安もなく、何の不具合もなく乗ってるので、じゃあもう動画のネタにならないじゃんっていう気もするんですが、でもまあ実はね、そうでもなくて、やっぱりなんだかんだ言ってやることはたくさんあります。ですから、今からやっていきたいことを挙げていきますと、まず消耗パーツの交換ですね。エアクリーナーフィルター、プラグ、エアコンフィルター、そのあたりを交換していきたいと。それからオイル漏れも修理しなきゃいけない。それからスロットルペダルが重い問題も修理しないといけないということですね。あとですね、整備っていうこととはちょっとまた違ってくるかもしれないですけど、今後やりたいこととして、まあタイヤが古いので交換したいっていうこと、それからですね、カーナビを外さないといけないですね。あれが結構めんどくさそうですが、カーナビを外すと。それから、オーディオもですね、カセットではちょっとどうかなと思うので、別のオーディオに付け替えたいと。それからですね、リモコンキーなんですけれども、車は赤外線のリモコンキーで、使い勝手が非常に悪いんですね。もう車の目の前まで行かないと反応しない感じなので、これもですね、できれば電波式に変えていきたいと。そんなところをちょっと考えるだけでバッと出てきます。ですからまあ、やることはそこそこありそうだなという感じで、そんな風にこの車にいろいろ手をかけていく様子をですね、これから順次動画にしてまた紹介していきたいと思います。それとですね、車検証を今確認してるんですが、車検証に走行距離が載ってますよね。これを見ますと、なんとですね、前回の車検時、平成28年の10月なんですが、この時の走行距離が77,300キロと記録されてるんですね。今現在が78,000キロぐらいですから、700キロぐらいしか乗ってないと。そしてさらにその前の車検の、走行距離も載ってるんですが、これが73,900キロになってます。平成26年10月です。ですから、平成26年10月から今日までの間に、4000キロも乗ってないと、車はね、そういうことになります。まあ、これ、ある意味ではいいことかもしれないですけれども、結局車はやっぱりね、ここ数年はずっと車庫にしまいっぱなしになっていたっていうことみたいです。どっかの空き地に放置してあったってことはないと思う。やっぱり屋根付きのガレージの中に放置してあったと思いますが、
まあそれはいいことを掘り出し物とも言えるんですが、その反面ですね、こういう長い間放置されてた車両っていうのはボディはすごい綺麗だったりするんですが、オーナーが変わって毎日乗るようになると途端にあっちこっち壊れるっていうことが結構よくあるので、そういったトラブルもねこれから気をつけてね、なるべく早く見つけて直していくっていう風にしたいと思います。はい、ということでね、12万円で買った BMW320i の紹介点検は以上という感じになります。もちろんこれで終わりということじゃなくてですね、次回からは実際にいろいろ整備をしたりしていきますので、そちらの動画もよかったらまた見てください。はい、では今回はここまでです。今回もまーさんの動画をご視聴いただいてありがとうございました。